フヨドル、ドストエフスキーが1894年に発表し、資存主義哲学の恥の一つとみなされている作品。チガ氏の宗教は19世紀ロシアの起毛主義的、合理主義的な理想に歯向けられた強烈な批判であり、近代人の閉局に関する時代を超えた宣言です。この小説は名前のない語り手地、サンクトペテルブルクの厳豪な地下地地、すなわちスカラの地下で銀鈍生活を送るアクオル一輪の内面世界と告白を書いています。史実推のこの語り手は、社会から図からを孤立させ、病的なプライド、過小な慣習性、そしてあらゆることを分析しすぎて行動に移せない不規律さを抱えた、集めて神経症的な人物です。本種は構成上末の部分に分かれており、この構成が語りチュビの哲学と、その哲学が彼の人生にどう反応されているかを理解する上で重要な役割を果たします。第部熟者は語り手が読者または下宮の庭中に直接語りかける情熱的で猛順に満ちた土杯です。この部分に金書きはなく、代わりに地球の男の精神状態、彼の悪意地、そして当時の一般的な哲学的主張への番牛が語られます。語り手はすがらを学んだ音だ、生き地の悪い音だ、魅力のない音だと定義することから始めます。彼の友も顕著な特徴は、自身が病気音と定義する過小な意思考苦の状態です。彼はあらゆる行動、思考、感情の根底にある理由、反対の理由、そして起こりうる結果をあまりにも深く分析するため、最終的には何もできなくなってしまいます。この状態が彼を完全な不気道、すなわち不綺麗の中に閉じ込めています。彼は単純な行動家を羨望しますが、同時に彼らを失勢にかけていると見下しています。この土白の中心には、西洋から来た理主義的、ヤユートピア社会主義的な思想に対する寂しい攻撃があります。語り手は特にニコライ・チェルヌイシェフスキーの小説、何をなすべきかは末で提示された科学と理性の法則によって支配され、人々がやらの利益を合理的に計算して、最も正しく最も優一なものを選択するであろう完璧な社会理想を標的にします。彼はこの理想を図兆候というメタファーで象徴します。誰もが幸福で、苦痛も矛盾もなく、すべてが数学的な確実性、例えば 2×道 のようによって決定されるこの公伝は、語り込みにとっては浪費に他なりません。彼によれば、そのような世界は人間の最も本質的な特徴、すなわち自由意志を破壊するものです。地下のオタコにとって、人間の最も貴重なタムは渦からの一致を形式する自由です。その一致が理性や論理、さらには巣からの利益に関するものであってもです。彼は磨けるミアはアタカボクという揺るぎない論理の書かれにぶつかるより、ただ自分が自由であることを証明するために2かるミマは気ということを選ぶ存在です。人間はピアノの鍵盤や機械の足車ではなく、その行動が自然法則によってあらかじめ決定されるものではないと彼は主張します。だからこそ苦しみ、混沌、そして配合理性は人間の自由と個性の最大の章なのです。人間にとって時に最大の利益とは巣からの利益に関することを望むことだと彼は断言します。この盤逆が彼の全存在の基盤を成しています。彼は提供された合理的な幸福を自由と苦しむ権力のために拒絶するのです。本書の第2部使ったかなに寄せては、これらの抽象的な哲学が
語り手が日司祭の時に経験した具体的でアボレな理録を通じていかに肉付けされていくかを示す一連の階層からすなり立っています。この部分は地下の男の理論が実際にはいかに引き受け的で破壊的な結果をもたらすかを明らかにします。最初の階層は野球屋で一人の焦燥に気づかれずに死に押しのけられたことから始まります。このチェセイな出来事が語り飛ぶの国民で誇り高い心の中で巨大な名誉の問題へと発展します。彼は観念もの金この少将に復讐することを夢見ます。その計画とは町の最も深やかな通りであるネフスキー大通りで高校とすれ違うセアネに道を譲らずに缶をぶつけるというものです。この無意味な行動のために彼は何ヶ月も準備し、解禁して差を足すを買い、何度も大通りを往復します。ついに計画を実行した時、シーコーは彼が缶をぶつけたことにさえ気づきません。この出来事は語り古希の社会から認められたいという願望がいかにあずれであるか、そして彼の行動がいかに無意味な内面的格闘に過ぎないかを示しています。2つ目のより包括的な階層は、彼が殲滅している幻覚湯の一人ズベルコーフのための送別会にズカラを招待させたことに関するものです。彼は実際には友人たちを囲んでいますが、彼らと一緒にいて自分の私的な優美性を証明したいという欲求にほがえません。不思議だ、彼はズカラを夢めます。彼らに気に入られようとすると同時に彼らを無入します。酔って騒ぎを起こしますが、友人たちにはほとんど無視されます。彼のこの必死の説教の立ち見は完全なキュニュニュに終わります。このキュニュニュの豪華、彼は友人たちをもつって売春宿へ行き、そこで小説の最も重要な登場人物の一人である若い役をオフツワリザーと出会います。血がの男はリザーの前で自分が強く優れた存在だと感じる機会を得ます。彼は彼女にこの生活が彼女いかに米な結末に見取りくかを説く、身狩りの登場と連れ身に満ちた道徳的な説教をします。家族愛、純潔、そして真実の愛といった理想化された聖教を描き出します。この会話における彼の目的はリザを救うことではなく、他人の人生に対して力を持つこと、そして私的な英雄の役を演じることから得られる快感です。この詩吟の最後に彼は心の動かされた様子のリザーに自分の住所を教えます。数日後、リザが本当に彼のカメなアパトを訪ねてきたことで語りカビの世界は崩壊します。リザは彼を最もあぐれな瞬間に、つまり下なんと口論している最中にボロボロの部屋着地でいるところを見つけます。売春宿で描き出した鮮明で旗強い秋のイメージは不運な皆に砕け散ります。この露呈の瞬間に彼は神経豊作を起こし、のきながら自分がどれほど作目で一悪な人間かを彼女に告白します。この無法敗な瞬間にリザは予期せず真の登場と愛情を持って彼に迎えます。彼を無入する代わりに彼女は彼を抱きしめ、彼の苦痛を分かち合います。これは語りことの人生でおそらく初めて助かれた真摯で誠実な人間の番です。しかし地下の男の病的なプライドと自己幻覚はこの純粋な登場を受け入れることができません。他人に連れまれ救われるという考えに耐えられないのです。彼は気を取り直した後、この瞬間を破壊するために原力を尽くします。リザを分入し、抹導し、そして最後の第9として彼女のショーに牙をめぎらせて
彼女養父の地味に押し戻します。つまり彼女の政治な登場を今で買われたサービスであるかのように映るのです。リザが取った後、カガリテテは自分のしたことの恐ろしさに直面し、深い窮地と後悔に刻まれます。しかしこの後悔でさえ彼を行動に移させることはありません。彼はザーラが想像した地でその苦痛と悪意とともに一人取り残される運命にあるのです。ショースは語りコーチがこのシュシュを書くのをやめることで終わりますが、彼の精神的な大効率が決して終わることはないのは明らかです。自家史のシュシュは結論として理性と科学が人間の精神の複雑さと非合理的な性質を説明するには不自分であること、そして近代の個人がその自由意志の最大の章として自らを破滅へと追いやることが可能であることを示す、心をかきまがす敬遠の作品です。